皆さんこんにちは、パルチャンネルです。はい、ということで今回もシーンさんの開封とレビューをしていきたいと思います。今回はマグネットジェル多めですね。そしてネイルグッズも少し注文いたしまして、最後にたくさんのコスメを開封していきたいと思います。それでは早速開けていきます。まずはこちらから。いきなりなんですが、こちらはですね、撮影をする方にはとてもいいものなんじゃないかなと思っております。はい、こういった付属品がついておりまして、この照明器具なんですけれども、新しいね照明が欲しかったんですよね。こちらのいいところは大きめの、こういったライトがついておりまして、何がいいかというとですね、この付属品のスタンドですね、こちらを組み立てていきたいと思います。こちらがベースの方ですね。結構重くてしっかりしておりました。で、この棒状のものをここでネジにはめて、スタンドとしてね、卓上スタンドとして使うことができる照明なんですね。で、ここのネジを回すと前後にも動くというものです。で、このパーツをつけて早速この照明を組み立てていきたいと思います。こんな感じで、接続できるですね。はい、ちょっとバタバタと作っていきましたが、はい、かなり明るい照明がつきました。光の量も調整できますね。そして色も変えられます。すごいですね。で、私が一番欲しかったのはこの卓上型のものということですね。ここにセットして、はい、机の上に置いてるんですが、ここがね作業スペースとして使うことができます。ちょっとアップにしてみますね。こんな感じでだいたいいつも撮ってるんですけれども、机の奥からの光というのがなかったんですね。こちらから出てくる光といいますか、ですがこの照明をつけることによって、はい、もう全方向からの、ライティングができるようになりました。これかなりいいです。で、ここの空いてるスペースに iPad やタブレットなどをね入れることもできました。スペースを無駄なく使えますね。はい、これで画面を見ながら作業もできますし、奥からの光というのが届いて、作業スペース全体に明かりを灯すことができます。こちらがライトがついていない状態で、ライトをつけると少し見え方が変わりますよね。ネイルの先端の方とか反射が綺麗になったんじゃないかなと思ってます。レジンやネイル作業をする方、それから撮影をする方にもとってもいいアイテムなんじゃないかなと思いました。今日はこれで撮っていきたいと思います。それではまずこちらのセットから。こちらはですね、ベース、トップ、マットコート、プライマーのセットです。今回はねこちらを使っていきたいと思います。ボトルめちゃくちゃ可愛かったですが、マニキュアレッドと書いてありますね。レッドじゃないんですけどね。で、こちらがベースのようですね。ベースコートと書いてあります。ですがこれ以外他に印がなかったんですよね。ボトルも全て同じもので、ボトルだけではトップとマットの区別がつきません。で、こちらがプライマーなんですけれども、今回ねプライマーもセットになってるということでこちらのセットを選びました。だいたいプライマーはついてないんですよね。はい、見た感じこれトップかなと思って、じゃあこっちがマットかなと思ったんですが、見ただけでもわからないので塗って確認してみようと思います。ちなみにこちらのプライマー、表記ではプライマーとなってたんですが、使ってみたところプレプライマーのような気がいたします。油分除去とかをするものですね。なのでエタノールに近いかなというものでした。はい、それでは、早速塗っていきたいと思います。こちらのセット、ボトルにカラーがついたタイプですね。ですが今回ボトルの、形が違います。ちょっとリップのような斜めのカットになってて可愛いですね。まずはブラック、そして、パープル、早速トップを塗ってみたんですが間違えてしまいましたね。マットトップになってしまいました。マットはこういった質感で、普通のトップはかなりツヤ感がいいんじゃないかなと思いました。はい、でこれでもう間違えないように、マットの印をつけておきます。これでもう大丈夫ですね。それでは続きを塗っていきます。
この色味すごく欲しくって、実際見たら良かったです。最後ホワイトを塗ってトップの質感も見ていきます。これね、筆が丸く先端がカットされていたのでとても塗りやすく、このなんて言うんでしょうね、さらっとしてるんですが吸い付くような感じでツヤ感が気に入りました。はい、すべて塗り終えることができました。よく使うカラー、ブラックとホワイトのボトルは何本あってもいいかなと思ってます。そして冬っぽいイメージで、このブルーとベージュがめちゃくちゃいい色でした。この2色が欲しかったんですけれども、大正解ですね。私はすごく好みのカラーです。使いやすいベーシックのカラーのセット、そしてこの淡いくすみブルーとこの使いやすそうなベージュがボトルで手に入ったのでとても嬉しいです。冬っぽいカラーがバランスよく入っていて、ボトルもコロンとした形状で可愛らしいセットでした。はい、続いてはこちらのシリーズ。こちらのセットは12色セットで、以前紹介したメーカーと同じものですね。こちらのメーカーすごく色味良かったので追加してみました。こちらは蛍光カラーの12色セットで、ボトルの上に色味と番号が振ってあります。いいですね。かなりの蛍光具合です。蛍光カラー特有のサラサラとした質感と顔料のザラザラ感ありました。で、ライトにもしっかり反応しています。蛍光カラーって塗るのがすごくムラになりやすい色味なんですけれども、こちらはですね、セルフレベリングがすごくいいタイプだなと思いました。2度塗りでしっかりとムラなく仕上げることができました。このザラザラ感の質感は残りつつも塗りやすいという印象です。私は蛍光カラーをたくさんは持ってなかったので、これで揃えることができたかなと思います。はい、すべてのカラー塗り終えました。鮮やかでいいですね。パキッとしたカラーで夏にぴったりですね。冬なんですけどね。これは赤に近いオレンジでした。特に最初の6色、そしてブルー、グリーン、イエローあたりが特に発色のいい蛍光色だなと思いました。ライトにもねしっかり反応しております。このくらいパキッと出る鮮やかな蛍光カラー、ザ蛍光という感じです。近くで見るとこんな感じですね。これくらいのね色味が欲しかったので嬉しいです。そしてなんとこちらのカラーですね、蓄光になっているようで、光をためて暗闇で撮影してみます。はい、見てください。めちゃくちゃ光ってます。この発光具合結構やばいです。すっごい明るくね光ってました。私ちょっと撮影してて驚いてしまったんですが、こんなに光るのという感じで、それぞれの色味を残しながら発光しております。イベントやパーティー、ハロウィンでも活躍しそうなネイルですよね。ハロウィン終わっちゃってるんですけどね、かなり、明るく光っておりました。はい、通常ライトでもかなり鮮やかで、元気が出るカラーのセットかなと思います。それでは同じシリーズでマグネットいきたいと思います。こちらはねマグネットも付属でセットになっておりました。こちらも同じボトルで、上にオーロラステッカーに番号が振ってあるタイプです。順番通りに塗っていきたいと思います。はい、キラキラ感がとってもいいですね。グリッターびっしり入っておりました。付属のマグネットで寄せていきます。マグネットの動きもとてもいいですね。ですが私はいつも使っているもの慣れてるので、こちらで作っていきます。ブルーですね。こちらはピンク、かなり粒子が、細かいタイプですね。こちらはベースカラーがグリーンで、集めたマグネットが少しピンクに見える印象ですね。こちらはベースがイエロー、そして、集めたマグネットが少し紫がかって見えます。そしてこちらはベースがパープルですが、少し粒子の大きめのパープルですね。そしてこちらはベースがピンク、少しオレンジがかっているようにも見えますが、先ほどの色ととてもよく似ておりますが、粒子が細かめ。そして最後は粒子が細かめのブルーです。はい、これで全てのカラー塗り終えました。いかがでしょうか。こうして比べてみると違いがわかるかなという気がいたします。このピンクとパープルがすごく似たようなカラーなんですが、一応粒子の大きさが違うのかなという印象ですね。こちらの向きの方が、
ベースカラーがよく見えますね。以前紹介した左のマグネット2本、これですね。こちらの色味がすごく綺麗だったので、同じようなカラーかなと思い注文してみました。今回の方が変更カラーになってますね。光の反射具合でいろんな見え方になっているんじゃないかなと思います。カメラ越しだと分かりにくいんですが、集めたマグネットの反射がベースカラーによって、いろんな色味に見えるのが綺麗でした。はい、続いてまた同じシリーズのマグネットです。こちらはですね、ボトルが黒いタイプでした。分かりやすいですね。番号順に塗っていきたいと思います。かっこいいボトルです。マグネットもついてました。こちらのジェルはブラックのベースに集めたマグネットに色味が出るタイプのものでした。これグリッターすごいなと思ったんですが、もしかしたらフラッシュネイルかもしれないですね。後で光を当ててみたいと思います。ブラックの上の方が分かりやすいので、ボトルの上で操作してみます。集めた光がイエローに反射しました。こちらはグリーンですね。集めた光がグリーンの反射になっています。こちらはパープル。光をマグネットを寄せるとパープルになりました。そしてこちらはピンクですね。先ほどと似てるのですが、少しピンク寄り。そして、こちらはオレンジですね。集めた光がオレンジになっています。そしてブルーです。とても綺麗なブルーでした。集めたマグネットがブルーに反射してます。そして、こちらはですね、少し変わった色味で変更系かなと思いました。グリーンっぽいのですが、少しイエローがかった印象です。そして最後にもう一度パープルなんですが、こちらもブルーとパープルの2色に変更しているという印象です。はい、すべてのカラー塗り終えました。並べてみると違いがよくわかりますね。最後の2色だけ特に変更系のカラーでした。こちらはカラーチャートに2度塗りしてこの色味です。ベースにブラックを塗っていれば一度塗りでもこのくらいの発色出るんじゃないかなと思いました。あとはですね、先端の方にカラーマグネットフレンチができる、そんなジェルかなと思います。そして、フラッシュ当ててみました。予想通りフラッシュネイルでしたね。さらにですね、こちら蓄光にもなっているということで、光を集めて暗闇で撮影してみます。光ってますね、すでに。はい、めちゃくちゃ蓄光しております。今ね、真っ暗闇なんですけれども、それでも懐中電灯を照らしてるみたいに明るく見えてます。こちらマグネットでフラッシュで蓄光でどれだけ輝くのという、そんなジェルですね。かなり明るく照らされております。とにかくキラキラネイルとはこのことでしょうかね。先ほどのジェルと比べてみると、こういったマグネットの違いです。最初に塗った方はベースのカラーが見えて、後から塗った方は集めたマグネットに色味が出るというタイプのものでした。一口にマグネットジェルといってもいろんなタイプのものがあるんですね。はい、続きましてこちらのシリーズ、こちらは、前回紹介した時に大容量で入っていたマグネットと同じメーカーですね。このボトルのやつです。これね、大容量が嬉しかったんですよ。それでは、順番通りに塗っていきたいと思います。今回こちらのシリーズはチュルン系のシアー系のカラーのネイルセットですね。はい、透明感があって透けるタイプのこんなジェルです。まずはパープル寄りのベージュ、そしてブルー、一度塗りでこのくらいの透け感があります。二度塗りでこのくらいの色味が出ました。そしてこれいい色ですね。ブルーが入ってまたパープルときてピンクです。はい、こちらの6色セット、どれもねみずみずしい感じですごく綺麗だなと思いました。特に最初の4色は透明感高くて使いやすい、カラーかなと思います。特にこのシアーホワイト、少しピンクがかってて上から塗るとオパールのようですね。で、この左の2つ、最後の2色は色味が強いので一度塗りでもかなり綺麗に発色するようなタイプかなと思いました。透明感のあるシアー系のカラーはチュルンネイルですごく流行っていますので、かなり使いやすいセットですね。特にこのシリーズは 15ml と大容量なので、大容量がすごく嬉しいんです。
チークネイルなどに活躍しそうな絶妙な透け感ですね。そしてまた同じシリーズ、大容量シリーズですね。こちらもチュルン系のシリーズでシアーカラーのものです。水、潤う、美肌と書いてありますね。こういったシリーズなんですね。それでは早速塗っていきたいと思います。シアーホワイト、ピンク、ベージュ、またピンク、少しね色味の違ったピンクがたくさん入っております。2度塗りでこのくらいの色味が出ました。可愛らしいピンクにピーチ寄りのピンク、はい、こちらがすべてのカラーです。並べてみるとピンクの違いがわかりますね。とっても肌なじみするベースカラー、チュルン系のカラーですね。どのカラーも絶妙で、これもすごく使いやすいセットだなと思いました。透明感のあるカラーで爪にのせると地爪をきれいに見せてくれるカラーで、ほんの少しずつ色味の違うセットですね。このピンク3種類どれも使えるカラーですね。そしてこのホワイト、シアーホワイト系も、先ほどのホワイトともまた違う絶妙な違いがあって使いやすそうです。私は2番目のカラーがすごく好きなんですけど、こちらのシリーズウルールチュルン系シアーカラーとしてはとってもいい色味が多かった印象です。他のセットもありましたが、よく使いそうなこちらの2セットを選びました。シリーズ名通りのウルールチュルンなセットかなと思います。続いてこちらのセット、こちらはですね初めて、見るタイプのものですね。初めて使うメーカーなのかなと思います。こういった感じでボトルが入っておりました。給食セットのマグネットです。ボトルがコスメのような形をしていて可愛らしいですね。珍しいです。でこちらのマグネットなんですが、ゴールドマグネットということでゴールドに反射するようですね。とっても気になっていたので、早速塗っていきたいと思います。こちらはブルーですね。ゴールドの質感見えますね。すごい繊細で綺麗でした。マグネットの動きは、通常のものに比べて少しゆっくりな動きです。こんな感じで繊細な微粒子のゴールドラメが反射しております。2度塗りでこのくらいの色味が出せました。こちらのシリーズは全面に、マグネットを浮かせていこうかなと思います。とても上品なカラーが多かった印象です。ブラウン、オレンジ系の色味が多いですね。どのカラーも上品で繊細な印象です。強めのカラーでも、マグネットを反射させるとふわっとした印象になるかなと思いました。この色もすごく絶妙でいいですね。なんと表現したらいいんでしょうね。ベルベットや毛皮のようなさらっとした上品な質感といった感じでしょうか。はい、すべて塗り終えることができました。並べてみると上品さがすごく伝わるんじゃないかなと思います。ゴールドに反射してますね。マグネットの反射は結構ギラギラしたものが多いんですが、こちらのシリーズはゴールドの質感で優しい印象が特徴的ですね。とってもいい色です。のせてみるとこの強めのカラーが肌なじみしているというのがすごく驚きでした。とにかくラメが微粒子で上品に輝く秋冬にぴったりなカラーと質感の印象です。ピンクなど強すぎるかなと思ったんですが、実際肌にのせてみると宝石みたいな輝きで馴染みました。はい、それではもう一つ同じシリーズで違うマグネットのセットです。こちらも給食セットで、こちらはどんなマグネットなんでしょうかね。通常のマグネットですがぎっしり詰まった印象です。はい、薄く塗ってるんですが、このシルバー感、そしてこのマグネット感ギャンギャンですね。ギュインギュイン集まっていきます。マグネットかなりよく動きました。なので、ラインが作りやすいので今回はこういったデザインで仕上げていこうかなと思います。こんなによく動くのでこういった細かいラインが作れる、そんなマグネットジェルでした。はい、質感色味ともに上品で、今回のこちらはベースカラーがチュルン系のカラーかなと思いました。肌なじみする色に、色味がついたシアー系のカラーですね。なので以前紹介したマグネットと似たようなカラーかなとも思ったんですけれども、透明感があるタイプなのでまた
全然違った印象になったかなと思います。あとはですね、このマグネットの粒子がものすごく細かいタイプなので、動かしやすさと、輝きの上品さがすごく際立ったかなと思います。マグネットの動き方や質感も実際ね、手に取ってみないとなかなかわからないものですよね。こちらはマグネットびっしり詰まったタイプでした。はい、すべてのカラー塗り終えました。いかがでしょうか。並べてみると透明感が際立っているかなと思います。シアー系のカラーですね。マグネットが乗っていない部分はチュルンで仕上がるような質感かなと思いました。そして集めたマグネットはホワイト寄りのシルバーに輝いていて、集めれば集めるほど白っぽくなっていくという印象ですね。もうギラッギラに輝いております。で、動かしやすいのでこういった模様を作ることができました。密度が濃い、繊細な微粒子のラメです。はい、比べてみるとこんな感じです。ゴールドの方がふわっとした印象分かりますよね。シルバーの方がパキッとした印象に仕上がっているかなと思います。どちらも似たような系統のカラーかなと思いますが、マグネットによって印象が全く変わりますので、好きな印象を選んでみてください。似たようなカラーたくさん持ってると思いますか？大丈夫です。全部違う色です。はい、そして最後のジェルカラーはこちらです。こちらは3本セットのジェルなんですけれども、ボトルは、こういったタイプで、可愛いですね。ピンクのパールがかったボトルでした。柄の部分が長いのでとても塗りやすそうです。で、こちらのジェル何かというと、はい、フラッシュネイルですね。フラッシュに当てるとかなりキラッキラに輝く、そういったジェルですね。先ほどのマグネットにも入っていた輝きのジェルです。こちらはシルバーですね。ご覧の通りラメがぎっしり詰まっております。こちらはゴールドですが、少しカッパー寄りの、オレンジがかった印象です。そして最後はピンクですね。パキッとしたピンクにラメがぎっしり詰まっておりました。はい、仕上がりはこんな感じです。それでは早速フラッシュライトを当てていきたいと思います。はい、暗闇でフラッシュライトを当てて撮影をしております。いいですね。とってもギラッギラに輝いております。暗闇で強い光を当てるとこういった、輝きになります。やっぱりフラッシュネイルは暗闇で、強い光を当ててみる方がいいですね。はい、こういったカラーで仕上がりました。このね、真ん中のゴールドだけ写真とちょっと違う色味なんじゃないかなと思いました。通常ライトでもこちらのラメグリッターはとっても繊細で、キラッキラに輝いておりました。ですがやはりフラッシュネイルはインスタの写真やパーティー会場などで、すごく本領を発揮するかなと思います。それではここからネイルグッズを紹介していきます。じゃん、こちらはふわふわのパーツ、ミンクボールみたいな形のものですね。ケースに入っておりました。いや、可愛いですね。ふわふわのボール、これネイルパーツなんですよ。で、こちらですね、マグネットがついているものです。便利ですよね。これでこう仕込んでいくものなんですが、マグネットが2つついておりまして、1つはね、外れるもの、この1つをこのネイルの中に埋め込んで、ジェルなんかで埋め込んで固定をしたら、このボールをポンと置く感じですね。そしたらお風呂の時外したい時は外せるなんていう仕組みになっているようです。便利ですね。取り外し可能なふわふわパーツ、いろんなカラー入ってました。それぞれのふわふわ加減もとってもいい状態でしたね。もうポワポワしててとっても可愛いです。そして今回すべてマグネットがついているものを選びました。中にはマグネット付きでないパーツもあるので、レビューを見て、こちらに決めました。はい、そしてこちらもジェルなんですが、便利グッズだと私は思ってます。3本セットですね。チューブ型になっているジェルなんですが、こちらはですね、先端がかなり細かい仕様になっているみたいです。わ、めっちゃ細かいですね。かなり細い、出口となっておりました。ちょっと感動ですね。で、チューブを押すとこんな感じでジェルが出てきます。こちらはビジュの隙間を埋めたりするときに活躍するタイプですね。これは便利そうです。で、こんなに細い先端なんですが、この針のようなキャップをつけていつでも固まらずに取り出せるという感じかなと思います。これ嬉しいですね。そしてネイルチップです。
ネイルチップ制作をしようかなと思って大容量のものを選んだんですが、こちらはですね形がとっても綺麗でしたので、もしかしたらチップ制作ではなく普通に使ってしまうかもしれないです。今のネイルの形ととってもそっくりで、ほんの少し長さがある状態ですね。で、根元の部分もマット仕様になっているので、そのままジェルをのせて、作業しやすいという感じです。これはとってもいい形ですね。長さ出しをしている上からですが、サイズ感も私的にはいいかなと思いました。で、何しろ550個のチップが入っているということで大容量が嬉しいです。たくさんチップを作る方はいいんじゃないかなと思いました。サイズは10サイズ入っているので、きっとぴったりのサイズがあるんじゃないかなと思います。そしてこちらのシリーズウォータードロップという形ですが、いろんな形長さのものがありました。そこも嬉しいポイントですよね。お好きなのを選んでください。そして最後の便利グッズ、こちらです。ネイル台ですね。ずっと欲しいなって思ってたんですが、やっと手に入れることができました。こういったタイプのもので、クッション性がすごくあります。ふかふかしてますね。こちらは、この土台を立ち上げて、こういった形になりますね。で、この下にライトを入れて上に台を置くという感じです。このライトだと、コードを一旦抜いてここから差し込んでね、いい感じです。この台の上で施術をしたらライトに入れて固めるということが、しやすくなりそうですね。安定感がありますので施術しやすいかなと思います。お客様もこれで楽かなと。ふかふかですね。思っていた以上に安定していたので良かったです。この裏の台のところプラスチックのものを選んだんですが、これがしっかりしてそうだなと思ったのでこちらにしました。で、折りたためるのがいいところです。これでね、持ち運びがすごく、楽にできるかなと思います。大きさはこのくらいです。それでは最後コスメを開封していきたいと思います。じゃん、こちらはですね、パッケージとっても可愛いですよね。ジューシーというところのコスメですね。こちらジューシーです。今まで別のところで買ったことがあったんですけれども、シーインさんで買えるのと思い注文してしまいました。こんな感じで届いたので、割れて届くこともなさそうですね。しっかりしたパッケージで届きました。早速開けていきたいと思います。オーロラのパッケージです。めちゃくちゃ可愛い、綺麗ですね。そしてこちらは、とても面白い形の、おしゃれなパレット。そして、こちらもアイシャドウパレット、マット加工がいいです。こちらはリップですね。うるうるっとしたパッケージがとっても可愛らしいです。そしてこちらもリップですが、こちらはマットリップを注文しました。ジューシーのコスメセットです。それでは早速こちらから、もうオーロラのパッケージがすごく可愛らしいです。こちらはですね、ハイライトちょっと試してみますね。キラッキラになりました。で、ジューシーさんの、質感、粉がねしっとりしてる感じが気に入っていたんですよ。こちらもね、これだけキラキラしてるんですが、粉飛びもなさそうで、肌に密着している感じです。そしてお次はこちら、これも剥がして、可愛いパッケージですね。こちらもハイライトなんですが、こちらはマットハイライトですね。マットな質感で、コンシーラーとかを、仕込むよりもこっちの方が自然に仕上がるかなといった感じです。いいですね。薄付きなんですがしっかりワントーン上がってます。こういったハイライトってパールとかがね入ってるものが多いんですが、マットのものを探してました。これは使いたいですね。普段使いに良さそうです。そしてアイシャドウパレット、私はいいですね。かなり自然なトーンで馴染みやすいカラーかなと思います。実はね、私これ別のカラーを持ってるんですが、そのパレットが絶妙な色味だったんですよ。それで気に入りました。ちょっと全部のせてみますね。馴染むマットカラーに最後、キラキラのグリッター。普段使いにも、か
かなりしやすい色味なんじゃないかなと思います。これねおすすめのパレットです。結構日本人とかアジア人に合う色味を設定していると書いてありました。このねパールとかが入っていないマットなカラーがいいんですよね。陰影をつけやすい感じになってます。粉質もしっとりしていて密着する感じが気に入っております。そしてこちらリップですね。口紅になっていると思うんですが、パッケージ可愛いですね。こちらはどんな色味なんでしょうかね。結構濃いかなと思ったんですが、ちょっと塗ってみますね。この辺りにですね、スルスルっと塗れて塗り心地がいいです。そしてオイルみたいなツヤツヤっとした、感じの印象です。塗ってみるとそんなに濃く出るわけではなく、肌なじみするチュルンみたいな印象でした。私チュルン系好きですねこれとても良かったです。そして、こちらのリップはマットカラーですね。同じアプリコット系のカラーなんですが、こちらはどんな質感でしょうか。チップはこういった形になっております。塗ってみますね。ですね、スルスルっと塗れてホイップクリームみたいな印象です。しっかりとマットになってていい色味ですね。同じ同系色のカラーですが、ツヤとマットのタイプで、揃えることができました。チップも塗りやすかったですね。で乾いた感じが全くなくて塗りやすかったです。普段使いできる色味で気に入りました。今回は普段使いできる色味を中心に、選んでみました。ジューシーの色味絶妙でとても良かったです。はい、お疲れ様でした。ということで今回もたくさんのジェル塗っていきました。どれも綺麗な色味でしたね。マグネットが多かったかなと思いますが、どれも違う印象の、種類のもので、同じ色はないんですよちょっと長くなってしまいましたが、最後までご覧いただきありがとうございます。今回もクーポン用意していただいておりますので、お買い物の際にはぜひご活用ください。概要欄の方に商品ページ、情報などを載せておきます。それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、Twitter、Instagram、TikTok、Twitter じゃない X でした。X もありますので、ぜひ登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で。